今回は 1.25 コネクターケーブル関係の動画です。常日頃 1.25 コネクターケーブルの外し方など動画に入れていますが、なぜそこまで注意が必要なのかわからない方も多いと思います。なので今までの経験をもとに動画にしてみました。特に ESC のパルス線の断線率が非常に高いので、その対策を考えてみましょう。ちょうど良い ESC の題材があったので詳しく見ていきます。計110の ESC は2種類ありますが、これは新型の ESC です。計 110S が発売される少し前に切り替わりました。コネクターの付け根部分の被覆を剥くとご覧の状態でした。パルス線は導線が1本つながってるだけでした。マイナス線は1本断線です。プラス線は断線なしでした。かなり気を使っていてもこのようになる可能性があります。どれぐらい簡単に切れるのか意地悪な実験ですがやってみましょう。これは最短で切れるやり方でやります。ノギスで導線を挟んでケーブルを鋭角に折り曲げて何回で切れるかですね。ではやってみましょう。1回2回3回4回5回6回7回8回いく。8回曲げていきました。いや、切れました。ESC に使われているケーブルの導線の数は7本です。ケーブルの断線には細心の注意を払っていますが、 ESC の設定やスロットルレンジの設定を頻繁にするので、どうしてもコネクターの根元に負担をかけてしまいます。そんなに設定をする必要があるのかというご質問もあると思いますが、なんとなく ESC の調子が悪いときは設定をリセットしてもう一度やり直すと調子が良くなることもあるのです。この細い 1.25 コネクターケーブルはどれぐらいの引っ張り強度があるのでしょうか。私が圧着したものですがテストしてみました。3キロの鉄アレイが持ち上がるかやってみましょう。急な思いつきでやったのでそこら辺りにあったもので簡単にテストしました。どうせすぐに切れるのは分かりますよね。いざ勝負。お、持ち上がりましたね。これは予想外でした。切れました。でも一応持ち上がりました。このケーブルは導線が11本入っているタイプです。ケーブルの断線は表面上はわからないので定期的に交換しています。コネクターケーブルの引っ張り強度は十分あるので、ケーブルを掴んでコネクターを外しても簡単には断線しないと思いますが、やはり断線のリスクはあると思うので、コネクターをピンセットなどで外すことをお勧めしていますが、それでも断線の理由がわからないといつか切れますね。一番の原因はコネクターの根元を鋭角に折り曲げることを繰り返すと断線するということです。コネクターを外すときにケーブルをまっすぐ伸ばし、はめ込むとまた鋭角に折り曲げて配線をまとめることの繰り返しで断線が起きると思います。対処方法として最も簡単なのはケーブルを鋭角に曲げないことです。コネクターの根元は余裕を持たせて緩やかな曲線で曲げます。コネクターケーブルの長さやコネクターを外す頻度によっていろいろなケーブルのまとめ方を考えるといいと思います。これなら何度叩いても平気だよ。
ケーブルが長ければ反対側から取り回しても良いですね。ESC のケーブルだけでなく、サーボのケーブルも徐々に断線する可能性があります。主な原因は機体の振動です。振動でケーブルが小刻みに揺れて金属疲労を起こす可能性があります。初心者様は ESC のケーブルをあまり外すことはないと思いますが、非常に断線率が高いです。それで ESC が壊れたと判断して新しいものを購入してしまうのでしょう。その壊れた ESC はラッキージャンクといってケーブル交換で簡単に直ってしまいます。悔しいですよね。ですからケーブルは断線しないように取り扱ってください。ケーブルが振動で小刻みに揺れないような配線の取り回しが必要です。ということで 1.25 コネクターケーブルは大事に扱おうという動画でした。